皆さんこんばんは。いやー、ついに来ましたよ。少し興奮気味ですみません。キックスターターで出資してから約2年半。こんばんは。いやー、あなたがそこまで手放しで大興奮されているのを見るのは、なんだかすごく新鮮ですね。いや、もう興奮もしますよ。一時は海外のコメント欄で、いつまで待たせるんだとか、返金しろとか、詐欺だなんて怒号が飛び交っていて。正直なところ私も半分諦めかけていたスイス発のガジェットなんですよ。それが本日ついに手元に届いたんです。なるほど。しかし海外からの長旅の過酷さを物語るように、その輸送用の段ボール、もう随分とボロボロになっていますね。そうなんですよ。届いた時にこのボロボロの段ボールを見て一瞬血の気が引いたんです。でもひどいのは外箱だけで、中に入っていた化粧箱は信じられないくらい綺麗だったんですよ。おー、それは良かったですね。ただこのパッケージにも実は生々しい裏事情がありまして、それは後でたっぷりお話しするとして、とりあえず中から出てきたこの本体、ひんやりとしたアルミの質感がめちゃくちゃクールなんです。ほー、美しいですね。一言で言うと、ピアノが弾けなくてもうまいこと複雑なコードが書けちゃうミディコントローラーというコンセプトの機材ですね。出資ボタンを押した時のあの熱狂が。いいですね。普段の歴史的なテーマとは少し毛色が違いますが、その熱量だけでも、この機材が持つ特異性がビシビシと伝わってきます。今回はこんな感じでクラウドファンディングで手に入れた最新の音楽機材もレビューしていきます。いつもと違うなぁと思った方もいるかもしれませんが、たまにはこういう実験的な機材の最前線にも触れていきたいと思っています。この先が気になった方はぜひ今のうちにチャンネル登録と高評価をお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで。さて、箱を開けた瞬間の熱狂から少し離れて、ここからは少しトーンを落としましょうか。そうですね。はい。まずは、その美しい化粧箱に何が封入されていたのか、そこから紐解いていただけますか？同梱物は非常にシンプルですね。本体と USB-C から USB-A へのケーブル、それから私が支援したスイート版の特典であるオプションの USB to MIDI/CV アダプターである EXT0.1 です。なるほど。最低限のものが入っていると。あともう一つありました。ボロボロの外箱を開けた時にふと見つけたんですが、開発チームからの驚きのおまけとしてトートバッグも同封されていたんです。それは粋なサプライズですね。過酷な開発期間をじっと待ってくれた支援者に対するささやかな誠意を感じますね。本当にそうですね。で、本体のスペックに関しても非常に研ぎ澄まされた印象を受けます。実際に手に取ってみて感触はいかがですか？横幅は約30センチあるんですが、驚くべきはその薄さなんですよ。わずか14ミリしかありません。14ミリですか。それはかなり薄いですね。はい。スイスでデザインされただけあって、本当に無駄のないミニマルの筐体です。バッテリーやスピーカーは内蔵されていなくて、重量はわずか 580g です。バッテリーを排除してでも、その美しさと美しさを優先したわけですね。手に持つと確かな金属の重みと冷たさが伝わってきます。ちなみにマニュアルなどのドキュメント類はどうなっていますか？ああいう特殊な機材には大抵分厚い説明書が付き物ですが。それがですね、紙の分厚いマニュアルは一切ないんですよ。綺麗に折りたたまれたポスターが1枚入っているだけでした。ポスターが1枚ですか？はい。広げてみると、表面には大きなロゴがプリントされていて、その下部に私たちバッカーに向けたちょっと特別な印字が隠されていました。そして裏面が必要最低限の簡易的なマニュアルになっています。なるほど。箱に QR コードがあったので読み込んでみたんですけど、公式サイトのトップページに飛ぶだけで、正直最初は一瞬焦りましたよ。そうですよね。では、より詳細な仕様を知りたい場合はどうすればいいんでしょうか？公式の発表によると、フルバージョンの PDF マニュアルは現在絶賛作成中とのことです。まだ作っている途中なんですね。ソフトウェア面も同様でして、コードスタジオという無料の公式ウェブアプリが後日公開される予定になっています。ただ、スイート版や限定版のバッカーには、このベータ版への早期アクセス権が付与されていて、実際に使ってみて、開発チームへ直接フィードバックを送れるようになっているんです。面白いアプローチですね。それはつまり、完成されたパッケージ製品を買ったというよりも、ユーザーが開発者と一緒に機能を作り上げていく。今は現在進行形のアーティファクトを受け取った感覚に近いのではないでしょうか。まさにその通りです。未完成であることをあえて楽しむ余白があるといいますか。実際のセットアップも非常にシンプルでした。
どのようにつなぐんですか？ EXT-0.1 アダプターと本体の 3.5mmTRS のミリ出力タイプ A ですね。これを使用して手持ちのシンセサイザーに接続しました。あとは一般的な USB-C の電源をつないだだけであっさりと起動してくれました。ハードウェアとしての基礎はしっかりと固まっているわけですね。では、いよいよそのインターフェースの秘密に迫っていきましょうか。はい。右側には LED が内蔵された28個の丸いキーが並んでいます。2つのシフトキーと無限回転するロータリーエンコーダーが1つ。本当にたったこれだけなんですよ。この限られた要素でどのように音楽的な操作を成立させているんでしょうか。一見すると非常に制約が厳しいように思えますが。私も最初はそう思いました。でも触ってみると見事なパズルになっているんです。右のエンコーダーを回すと半音単位で移調できて、シフトキーを押せばオクターブを瞬時にジャンプできます。なるほど。限られたボタンに機能が非常に論理的に割り当てられているのですね。さらに驚いたユニークなギミックがあります。このエンコーダーをトリプルクリックすると、なんと画面の表示と LED の配置がぐるっと180度反転するんです。180度反転ですか？ええ。つまり、デバイスの上下をひっくり返して、左右どちらの利き手でも全く同じように使えるということです。それは素晴らしいアクセシビリティの設計ですね。たった一つのエンコーダーと限られたボタンでこれほど多彩な操作ができるのは、まるでコックピットのケーキを極限まで削ぎ落とし、本当に必要な操縦感だけを残した宇宙船のようです。ええ、本当に。そしてその宇宙船を操縦するための演奏モードが4つ用意されています。どのようなモードでしょうか？まずはアコーディオンモードです。これはボタンを1つ押すだけで、あらかじめ設定されたメジャーやマイナーのコードが一発で鳴ります。次にピアノモード。これは LED を白鍵と黒鍵に見立てて、従来の鍵盤と同じような弾き方が可能です。従来の感覚を残しつつ、独自のモードも備えているわけですね。残り2つは何でしょう？3つ目がトーンネッツモード。そして4つ目がスケールモードです。スケールモードは設定したスケールに沿って音が配置されるので、適当に叩いても絶対に音を外さないという安心感があります。ただトーンネッツモードに関しては最初少し頭が混乱しました。トーンネッツですね。これはレオンハルト・オイラーが提唱したトーンネットワークに基づく配列です。オイラーのあの数学的なアプローチですね。ええ、リスナーのあなたも少し想像してみてください。通常のピアノの鍵盤は音が横一列に並んだ1次元の線ですよね。しかしトーンネッツは音を2次元のグリッド、つまり平面の図形として配置するんです。平面ですか？はい。例えば右に移動すると完全5度上がり、斜めに移動すると長3度や単3度上がる。これにより複雑なコード進行が数学的な数式ではなく、三角形やひし形といった図形の移動として視覚的に捉えられるようになるんです。なるほど。アコーディオンモードの時にシフトキーを押しながらエンコーダーを回すと、このトーンネッツのグリッド内部を移動できるんですが、ようやくその意味が分かりました。実際に触ると腑に落ちますよね。ええ。スケールモードが私たちを安全な道に導いてくれる親友のようだとすれば、トーンネッツは和音の成り立ちを解き明かす未知の星座早見版を渡されたような感覚ですね。美しい表現ですね。そしてその操作の視覚的な中心となるのが左側に配置された4インチの液晶画面ですね。はい。公式にはプレイングフィールドと呼ばれています。ここは単なる情報表示のディスプレイではなくて、強力な操作士でもあるんです。画面自体を触るということですね。その通りです。画面を直接タッチしてエフェクトをかけるダイレクトモードや、コードを押さえた状態で画面上の線を指で弾き、まるでギターのようにジャランと鳴らすストラムモードがあります。直感的な物理インターフェースとデジタルなタッチ操作の見事な融合ですね。さらにその進化系としてゼブラモードというものがあります。ゼブラモード。はい。最大10オクターブという広大な音域にわたって、アルペジエーターやオートハープのように重層的な音の波を指一本で派手に鳴らすことができるんです。本当に一瞬でプロのキーボーディストのような響きを生み出せますよ。その洗練されたゼブラモードの派手な響き、素晴らしいですね。しかしここから少しだけ時計の針を戻さなければなりません。と言いますと？この完成された体験の裏には非常に泥臭く過酷な開発の歴史が隠されていましたよね。
ああ、そうですね。開発がスタートしたのは2021年でした。ちょうど世界がパンデミックとサプライチェーンの混乱に直面していた時期です。タイミングとしては最悪の時期でしたね。ええ。ファームウェアが予想以上に複雑化したことによる内部仕様の変更に加えて、世界的な半導体不足が直撃しました。予定していたチップが手に入らなくなり、急遽別のチップに変更して設計からやり直すという、ハードウェア開発としては致命的な苦難の連続だったんです。それだけでもプロジェクトが頓挫しかねない事態ですが、さらに追い打ちをかけるような炎上事件があったそうですね。はい。冒頭で少し触れましたが、当初の約束では、支援者には豪華な専用箱で製品が届くはずでした。しかし、その箱の製造業者がなんと途中で音信不通になってしまったんです。それは痛手ですね。チームは対応に追われ、数ヶ月にわたって進捗報告すらできない空白の期間が生じました。その結果、キックスターターのコメント欄では、詐欺だ、返金しろ、と大炎上してしまったんです。リスナーのあなたも少し想像してみてください。もし自分がクラウドファンディングのクリエイターで、心血を注いだ製品の部品供給が途絶え、パートナー企業に裏切られ、かつて応援してくれていた支援者たちから毎日怒号のようなメッセージを浴びる日々を過ごしたとしたら、想像するだけで胃に穴が開きそうですよね。だから今私の目の前にあるこの綺麗な化粧箱は、当初予定されていた豪華な箱ではなく、さらなる遅延を避けるために運営が急遽強行したプラン B のパッケージだったんです。なるほど、苦肉の策だったと。ええ。外の段ボールがボロボロだったのも、一刻も早く支援者に届けようとした必死の輸送の痕跡だったのかもしれません。そう思うと、このわずか 580g のアルミの箱がずっしりと重く感じられます。このような数奇な運命をたどり、傷だらけになりながらも世に出た AKT0.1 ですが、市場にある他のコード支援機材と比べてみましょ同じコードを鳴らすという目的を持った機材でも、アプローチ、つまり設計の哲学が全然違うのが面白いところです。例えば、コードボットは多数のコードを内蔵したいわば百科事典的なツールです。う。百科事典ですか？はい。右手でキーを押して左手でコードの種類を選ぶようなアプローチで、自分の知識を正確に引き出すための辞典ですね。必要な時に必要な知識の宝庫から引き出して使うイメージですね。その通りです。一方、アルファセータのコードキャットにはコードクルーザー機能があり、1万通り以上のデータから今のキーやスケールに合わせて次に合うコードを AI が自動で提案してくれます。こちらは広大な和音の海をナビゲートしてくれる船、航海型ツールと言えます。どちらも非常に強力で便利そうですが、ではこの AKT0.1 はその中でどういう立ち位置にいると感じましたか？ AKT0.1 にはコードキャットのような AI の自動提覧もなければシーケンサーすらありません。それどころか、なんとベロシティすら省かれています。思い切った設計ですね。でもこの限られた28個のボタンと画面を使った操作感は本当に素晴らしくて、コードボットのような辞典から論理的に探すのではなく、自分でコードを鳴らしながら空前の気持ちいい響きを自らの手で発掘する。発掘ですか？はい。辞典でも船でもなく、自らの手で土を掘って心地よい響きを見つける発掘型ツールだと私は感じました。そのメタファーは非常に美しいですね。ただ、あえて少し意地悪な見方をさせてください。はい。何でしょうか。スコップで一生懸命土を掘っても、石ばかりで何も見つからないことだってありますよね。もしあなたが、明日までにトラックを完成させなければならないプロのプロデューサーだとしたら、最適解を瞬時に出してくれる AI という船に乗った方が、客観的に見て圧倒的に優れているのではないでしょうか。おっしゃる通りです。でも、この機材の哲学はそこにはないんです。と言いますと、あえて便利な自動化を省くことで、ユーザーは自分の耳だけを頼りに、限られたボタンの迷路をさまようことになります。その結果、理論的には思いつかなかったけれど、弾いてみたら鳥肌が立つほど美しい音色に偶然出会うんです。素晴らしい音色との出会いですね。はい。そのセレンディピティ、つまり偶発的な発見のプロセスそのものを愛する機材なんです。なるほど。効率化の対極にある回り道をする豊かさをデザインしているわけですね。しかし、そうした発掘型の哲学は、実際のユーザーコミュニティで激しい論争を引き起こしているようですね。海外フォーラムのレディットでは、発売前からバチバチの議論が交わされていました。楽器を学ぶ努力をすっ飛ばして、指一本でコードを鳴らす魔法の箱なんてズルだという辛辣な批判がある一方で、批判もあるわけですね。でも、忙しい現代人にとって、アイデア出しのショートカットとしてこれ以上のものはないという絶賛の声もあり、
見事に真っ二つに評価が割れています。ズルだという批判もありますが、あなたは電卓を使うことを数学への冒涜だと感じますか？ハッとさせられる問いですね。そして、それほどまでに人々の感情を揺さぶる論争が起きること自体が、この機材が現代の音楽シーンに一石を投じる存在である最大の証拠と言えますね。本当にその通りだと思います。世間の賛否両論を俯瞰した上で、実際にこの機材を手にした私の率直な感想ですが、私みたいに鍵盤も得意じゃなくて、コード理論も全くわからない人間でも、ボタンを押して組み合わせるだけで曲の骨格が形になるのは素直に便利ですごいです。確かに、そこは大きな魅力ですね。もちろん、先ほど教えていただいたトーネックスの構造を理解している人なら、その活用の幅は無限大に広がるはずです。理論を知らない初心者には魔法の箱として機能し、理論を知る熟練者には新たな探求のツールとなる。それぞれのレベルで深い恩恵を受けられるわけですね。ただ、本音を漏らすと、コードキャットみたいに次のコードの候補を出してくれる補助機能があれば完璧だったなとは少し思いましたけどね。ふふ、やはり少しばかりの便利さも欲しくなると。ええ。この番組を聞いて、その発掘体験、自分も味わってみたいと思ったあなたも多いと思いますが、現在この機材はすぐに手に入るのでしょうか？そこが悩ましいところです。現在、公式サイトでは売り切れ、またはウェイトリスト登録のみになっていて、今すぐポチることはできません。ただ、一般向けの販売再開のカウントダウンは確実に始まっています。なるほど。では、興味を持ったリスナーはどう待つのが一番賢明でしょうか？確実に狙いたい方は、公式サイトでウェイトリストに登録しておくか、公式の予約販売を待機しておくのがおすすめです。二次流通で高値で買うのは避け、公式を待つのが一番賢明で安心だと思います。ぜひこの不思議な板を手に入れて、あなただけのコード進行を発掘してみてください。というわけで、今回は届きたてのコードマシーン AKT0.1 のレビューでした。面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。テクノロジーが複雑な理論を肩代わりし、AI が数秒で完璧な答えを提示してくれる現代。そんな時代において、私たちが音楽機材に本当に求めているのは、完璧な正解を最短で出すことなのでしょうか。それとも、あえて残された不便さの中で、偶然の美しい響きに出会う発掘の喜びなのでしょうか。ぜひ、あなた自身の答えを探してみてください。